日本語ですでに知っていることを教わるシリーズにようこそ。このシリーズの2から始まるエピソードでは、幾何学について基本から説明していきます。今日のエピソードでは、図形に関する様々な数値の基本用語を紹介します。では、点から始めましょう。前回のエピソードで、点とは位置を持つが大きさや向きは持たない0次元の要素であると説明しました。点の位置を表すためには1次元以上の世界に移動させる必要があります。まずは1次元の世界である数直線の上に点を置いてみましょう。数直線上の点の位置はその点が0から何マス離れているかを数えることで数値として表現できます。例えば点 A は0から見て正の方向に3マス離れているので点 A の位置は3です。反対に点 B は0から見て負の方向に2マス離れているため点 B の位置はマイナス2です。次は2次元の世界、つまり2つの軸を持つ座標系に点を置いてみましょう。一般的に横向きの軸は X 軸、縦向きの軸は Y 軸と呼ばれます。まずは2つの軸の交点に点 A を置きます。この点は原点とも呼ばれます。では点 A を右に2マス進ませましょう。点 A の X 座標が2、Y 座標が0になりました。次に点 A を下に3マス進行させます。すると点 A の最終的な座標は2、マイナス3になりました。点に続いて線に関する数値を見ていきましょう。前回のエピソードで2つの点を結ぶ有限の直線を線分と呼ぶと説明しました。線分の両端の点の間の最短距離をその線分の長さと呼びます。人や乗り物が移動するような応用問題では距離や道のりと呼ぶこともあります。例えば A 地点から P と Q の2人が反対方向に歩くとします。P は北に5、Q は南に7進むと P と Q の間の距離は 5+7 で12であると言えます。しかし通常の図形の応用問題では長さや距離に単位が伴います。日本では長さを表す方法としてメートル法が一般的に用いられます。メートル法における主な長さの単位を見てみましょう。メートルはメートル法の基本単位の一つです。メートルの定義は歴史の中で幾度か更新されてきましたが、2020年現在、1メートルは1秒の2億9979万2458分の1の間に光が真空を移動する距離と定義されています。センチメートルは1メートルの100分の1、つまり1メートルは100センチメートルです。なお、センチメートルはセンチと略して呼ぶことがあります。ミリメートルは1メートルの1000分の1、つまり1メートルは1000ミリメートルです。センチメートルと同様にミリメートルもしばしばミリと略されます。キロメートルは1メートルの1000倍、つまり1キロメートルは1000メートルです。キロメートルもキロと略されます。これらの他にもナノメートルなどの細かい単位がいくつも存在しますが、日常生活で耳にするのはメートル、センチメートル、ミリメートル、キロメートルの4つが主です。なお、中国発祥の四星と呼ばれる単位系に日本独自の単位を加えた借款法が日本では古くから使用されてきました。寸、尺、里などの例を耳にしたことがあるかもしれません。ちなみに、1寸は約3センチメートル、1尺は約30センチメートル、1里は約4キロメートルです。ただし、1959年以降はメートル法にとって変わられているため、現代日本語の日常会話を学習する皆さんが借款法を得得する意義はあまりありません。しかし、物や場所や生き物の名称、四字熟語やことわざ、及び歴史的文学作品など、日本の文化の随所に借款法はその足跡を残しているので、一度調べてみることを奨励します。例えば、五里夢中という四字熟語は、五里、つまり約 20km にもわたる濃霧に取り囲まれるという時義から転じて、どうしていいのか判断できない状況を指します。また、蛾の幼虫にシャクトリムシというものがいることをご存知でしょうか。この名前は、この虫の動き方が尺、つまり約30センチメートルを人間が指で測る様に似ていることが由来とされています。
続いて2本の交わる線の向きの違いは角度と呼ぶと前回のエピソードで習いました。角度は一般的に度数法で計測され、度数法における角度の単位は度です。1回転360度を基準に、1度は1回転の360分の1の角度を表します。高校数学では新たにラジアンという角度の単位を学習します。ラジアンとは円の半径に等しい長さの弧に対する中心角と定義されています。1ラジアンを度数法に変換すると π 分の180度になります。ラジアンは日本語では弧度とも呼ばれ、ラジアンを用いる角度の測定方法を弧度法と言います。詳しくはいずれ三角関数のエピソードで説明する予定です。次に平面空間の広さを面積と呼びます。面積は基本的に縦の長さと横の長さを掛け合わせることで求められます。例えば、長方形 ABCD の縦の長さが 3cm、横の長さが 4cm の時、その面積は 3×4、つまり12です。ただし、長さにセンチメートルという単位が付属しているため、面積にも単位をつける必要があります。日本語では2乗のことを平方とも呼ぶため、長方形 ABCD の面積は12平方センチメートルと言います。私有地や家屋の面積は通常平方メートルで計測しますが、国土の面積や人口密度のように平方キロメートルを用いる場合もあります。農地のような規模の大きな土地の面積を測定する際には、R やヘクタールという単位を使うこともあります。1R は100平方メートル、1ヘクタールは1万平方メートルです。また、前述の借款法には面積の単位も含まれており、現在でも土地や家屋の広さを表現する際に、坪という単位が頻繁に使われます。1坪は6尺 ×6 尺と定義されており、メートルに換算するとおおよそ 3.3 平方メートルのことです。さらに、部屋の床面積を表す単位に畳があり、こちらも現代の日本で慣用されています。畳という同じ読み方の漢字で代替することもあります。畳という漢字の訓読みは畳であることから明白な通り、一畳は畳1枚分の広さを指します。ただし、畳と一口に言っても多様な形状のものが流通しているため、畳は正確性を欠く単位です。よって、畳はおおよその広さの感覚を伝達するための便宜的な単位として用いられます。なお、不動産の契約においてメートル法の使用が法律で義務付けられているため、坪または畳のみで表記することは違法です。よって、これらの単位を記載する場合には、平方メートルが併記されなければなりません。さらに、稀に平米という面積の単位が用いられることがありますが、平米は平方メートルのことです。平は平方、つまり2乗の略。米はメートルの漢字表記です。最後に3次元空間での物体の大きさを体積と呼びます。なお、容器に液体を注いだり、固体の物質を詰めたりする場合は、体積ではなく、容積、容量、または傘ということがあります。いずれも計算方法は同じです。体積の単位にも様々なものが存在します。まず、2乗を平方と呼ぶように、3乗は立方と呼ぶため、メートル法においては、立方メートル、立方センチメートルなどの単位を用います。体積には3つの次元、つまり横幅、奥行き、そして高さがあり、面積と同様にこれら3つを掛け合わせることで通常は算出されます。例えば、横幅が 2cm、奥行きが 5cm、高さが 10cm の直方体の体積は 2×5×10、つまり100立方センチメートルです。次に、液体の体積にはもっぱらリットルが用いられます。1リットルの定義は10センチメートルの3乗、つまり1000立方センチメートルです。日本で市販されている標準的な牛乳パック1つに含まれる牛乳の体積がちょうど1リットルです。リットルは旧メートル法の基本単位の一つであるゆえ、ミリリットルやキロリットルといった単位も存在します。飲料の缶やペットボトルの体積はミリリットルで表記されます。また、日本では cc という単位もよく使われます。これは英語の
キュービックセンチメートルの略、つまり立方センチメートルの別称です。調理器具やレシピによく記載されており、主に液体の体積を計測する際に用いられます。車両のエンジンの排気量も cc で表します。他にも料理関連では、カップという単位が頻繁に使われます。ただし、諸外国とは異なり、日本での1カップの定義は 200ml または 200cc、つまり200平方センチメートルです。さらに、米や日本酒、醤油の体積を測る際には、合や升といった借款法の単位を用います。1合は約 180ml で、10合が1升です。また、言うまでもないかもしれませんが、立体には体積だけでなく表面積もあります。立体を構成する面のそれぞれの面積の和がその立体の表面積です。例として、一辺が 2cm の立方体の表面積を考えましょう。立方体は6つの等しい面からなります。1つの面の面積は 2×2、つまり4平方センチメートル。それが6つあるため 4×6 で表面積は24平方センチメートルとなります。ただし、9のように表面が湾曲した立体の表面積を求めるには特別な公式が必要になります。他にも数多くの測定単位が存在しますが、それらを一つの動画に網羅する気力はないので、今日のエピソードはここまでです。もし日本語を学習する中で興味深い単位を目にしたことがある人は、ぜひコメント欄にて共有してください。ではまた今度。